ゲームマーケット。ボードゲームやカードゲームなどの電源を使わないゲームの祭典。ここでは何百人ものボードゲームデザイナーがそれぞれゲームを作り販売しています。ボードゲームデザイナーとは、そして彼らを取り巻く世界とは一体どのようなものなのでしょうか。現在のゲームマーケットでは、多くのデザイナーが個人でゲームを制作し出展しています。こうしたイベントは世界的にも珍しいと、台湾モアイデアスゲームデザインのアホン氏は語ります。台湾のボードゲームイベントは基本的には商業ベースがメインなので、日本にはいわゆる同時文化という文化がありまして、なので個人出版、個人でもボードゲームを作って販売するが日本のボードゲームイベントとしては台湾と一番違うことだと思っています。それは多分日本に特有の現象文化だと思っているので、海外、ヨーロッパかアメリカにもそういう個人でもブースを出して販売するイベントはなかなかないです。なので、日本は特にゲームマーケットのようなイベントで個人にもボードゲームを作ってデザインして、で、会場に持ち込んで販売する。で、それがちゃんと作品が見られるイベントがあるの方が、より多くにデザイナーを育つとしては環境はいいと思います。そんなゲームマーケットですが、もともとはボードゲーマーたちが中古ゲームを売り買いする場として始まりました。当時のいきさつをゲームマーケット創始者の草場淳氏にお聞きしました。1999年頃ですけども、きっかけはニフティサブって当時のパソコン通信の中で、漫画で言うとコミックマーケットがありますが、そういうののゲーム版があるといいんじゃないかという話が出たところから、私が振ったようなものなんですけども、そういうのが出たらいいねっていうふうに話が出たのが最初のきっかけですね。ゲーム市場っていうのが今から考えるとちょっと想像つかないぐらい小さくてですね、まだまだ日本には市場と呼ばれるようなものがなかったんですね。その中でも少しずつファンが増えてきて、それぞれがある程度のゲームのストックを持てるようになってきた。そうなると、その交換会を開いたらいいんじゃないかっていう機運になったんですね。ゲームって一人でできないので、集まってやるわけですから、お互いの持ってるゲームを交換したりしたら、非常に広がるんじゃないか、みたいな話で、ゲームのマーケットを作ろうってことで、話が始まりました。最初は中古ボードゲームのフリーマーケットとして始まったゲームマーケットですが、ほどなくそこに自作ゲームを出品する人たちが現れるようになりました。ラブレターなどで知られる金井誠二氏もその一人です。もともと一番最初に多分ゲームを作り始めたのは、おそらく小学校ぐらいの頃に、一人っ子だったんで、その一人っ子として過ごしている時間をうまく楽しく遊ぶためにと思って、いろいろ手書きでスゴロクみたいなものを作ったりとか、そういった感じですかね。で、中学校ぐらいの頃に TRPG と出会って、で、最初は TRPG を作ろうとしてたんですけど、ルールを組むところまでは良かったんですけど、そのゴブリンとかロングソードとかのデータを作ってるところの分量の多さでちょっと挫折してしまって、で、次に、これも当時ぐらいからもう流行っていたトレーディングカードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングとかをにハマっていたので、そういったトレーディングカードゲームもちょっと作ろうとして、でもやっぱりちょっと個人では手が回らなかった。で、最終的に、ある程度コンパクトというか、一つ完結している物品であるボードゲームの方なら、これなら一人の力でも作れるかなと思ってたどり着いたっていう感じですかね。で、それ以降はもうボードゲームばっかり作ってきたっていう感じです。僕は多分ゲームマーケット第1回からは、情報がちゃんと取れていなくて参加してなかったと思うんですけど、
当時はまだまだやっぱり牧歌的なイベントだったと言いますか、数百人規模ぐらいのイベントで、会場は混雑しているというほどではなかったというか、やっぱりまばらな感じで、やっぱりまだあんまり知られてないホビーっていう感じはあったと思いますね。それこそ初期のゲームマーケットって基本的には手作りというか、当時といえばやっぱりそれこそ100均とかホームセンターみたいなところで買ってきたプラスチックのケースとか、自宅のプリンターで印刷したものとか、そういったものがやっぱりすごく多かったように思いますね。市販のポーカーチップみたいなのを分割してコマとして入れたりとかっていうのはもうすごく普通で、逆に作り手側の方で情報共有をして、こういったものが安くていいよみたいなのをみんなで話し合ってやるような時期だと思いますね。佐藤ファミリア、佐藤俊樹氏も、初期からゲームマーケットに参加しているデザイナーの一人です。活動開始したのは2003年でして、その頃、テーブルゲームフェスティバルっていうのが、秋にあったんですね。で、ゲームマーケットはもちろんその時やってたんですが、ゲームマーケットは春にあって、販売をする。で、秋はテーブルゲームフェスティバルっていうのがあって、それは CU を中心にやるっていう、そういうイベントがあったんですけども、そこに、CU をするイベントに、初めて出たっていうのが、一番最初のゲームだったと思います。その時はボードゲームのおもちゃ箱っていう、ですね、その当時よく遊んでた仲間たちと、ゲームデザイナー仲間が4、5人集まって、そのおもちゃ箱っていう、サークルを作って、みんなでテストプレイしたりだとか、企業ブースっていうのを取って、で、そこでゲームマーケットに出展するとか、そういうことをやって、その中の一人としてやってました。それが2011年に佐藤ファミリアというふうになりました。おもちゃ箱っていうメンバーが集まったのも、インターネットが普及してきて、ゲームを遊ぶ仲間っていうのがすごく集めやすくなったんですね。それより前ってどうなってたかっていうと、例えば、家サブさんのところの掲示板のところにイベントがありますよって告知を貼ったりだとか、あとはゲーム雑誌、ゲームグラフィックスだとか、いろんなゲーム雑誌があったんですけど、そのところの告知欄のところに、いついつ、どこどこの会場でゲーム会やりますっていうのを見つけていくとかっていう、そういうすごい狭いゲームの遊ぶスペースしかなかったんですけども、それがインターネットができたおかげで、誰もが好きなオープン会っていうのを開いて、そこに参加することができるようになったというところで、すごいインターネットが普及したことによって、すごいゲームを好きな人同士が集まりやすくなったというか、交流しやすくなったっていうところもあって、ゲーム作る人たちも集まって、ゲームを作るようになったっていう、そんな感じかなというふうに思ってますね。その頃、2000年ぐらいって言いますか、ちょうどゲームマーケットが立ち上がってきた頃なんですけれども、パソコンの普及の一つに、プリンターの普及っていうのがすごいあって、そのプリンターの普及っていうのがすごいこの同時にゲームを作る上ですごく重要というか、結構日本における得意点かなというふうに思ってて、それまで日本の普通の人って年賀状を書いてたんですけども、で年賀状をするときとか、結構プリントごっこっていうのを使ってやってたんですけども、それが確かね、2000年くらいになってくると、もう家庭用のプリンターがすごい発達してきて、それを使って写真を入れた年賀状を作るとか、そういう人が増えてきたんですね。で、そういった背景もあって、すごい日本だとエプソンとキャノンがしのぎを削って、プリンター性能を上げていって、そのおかげでですね、僕らもテストプレイ用のゲームを作る。その頃はテストプレイ用のゲームを作って、それをそのまま印刷して、ジップロックに入れて売るとかということが多かったんですけども、そういったことがすごいしやすかったんで、ゲームマーケットに、そういった同人のゲームが売られるっていう、そういった基礎になったところは、結構このプリンターの発達っていうのが大きいのかなというふうには、個人的には思いますね。手紙を何十枚、多い人が年賀状だと100枚ぐらい、100枚以上書いたりするじゃないですか。はい、そういうことをする文化っていう、海外の方にはなくて、クリスマスカードって普通に親しい人に数名書く程度のものなんで、そういったプリンターの使い方ってしてなかったと思うんですけども、そういったプリンターっていうのがすごく発達したんで、結構日本ではそういった、なんていうかな、自分で作っちゃうっていう、そういった文化っていうのが、生まれたのかなというふうには思いますね。初期のゲームマーケットで販売される創作ゲームは、プリンターなどを使って自作したものが中心でしたが、満員堂のようなボードゲーム専門の印刷所が現れたことで、個人制作のデザイナーが市販のゲームに見劣りしないゲームを製造、販売できるようになりました。
マインドもともとですね、富山で創業しているんですけれども、前東京の王子に、引っ越しをしてきまして、で、当初は名刺ですとか、あとは、雑誌のような印刷、一般的な印刷をしていたんですけれども、2000年頃からですね、当時の経営者の作動というものが、ボードゲームの製造を一部仲間内で、受け始めまして、で、そこから口コミで、話が広まって、徐々に、ボードゲームの製造のボリュームが増えてきまして、で、それとともにゲームマーケットの規模も拡大してきまして、共にマインドも一緒に成長してきたという経緯です。ゲームマーケットは創作ゲームの発表の場になっていくとともに、徐々に参加者が増え、規模が拡大していきました。2010年、そのゲームマーケットに転機が訪れます。2008年、2009年ぐらいになりますと、1000人とかね、そういうオーダーになってくると、それまでまるっきりゲーム仲間のボランティアでやってたのが、これは手に負えないなっていう感じで、その時、声がかかって、アークライトとね、話をして、ゲームマーケットって名前を残してほしいっていうことだけは、お願いしましたけども、そのまま、引き継ぐ形でね、私は運営からは2009年までやってましたけども、2010年からはアークライトに移りました。で、さすがアークライトは企業なもんでですね、浅草でもやったんですけど、その後、ビッグサイトにね、移ることができまして、その後は、グラフを見ていただくとわかると思いますけど、コロナ前までは順調にですね、来場者が増えて、2回やるようになり、2日やるようになり、大阪でもやるようになりっていう具合にね、どんどん発展していってくれたわけです。これは個人でやってたらそこまでいけなかったのでですね、最初の2000年から2009年までの10回っていうのは、即売会に毛が生えたようなもんなと思います。ちょっと雰囲気はね、今とは比べられませんけれども、人数的には、あるいは規模的には発展していった。それはちょうど、日本のボードゲーム市場が広がるのと、気を一にしてですね、ちょうどシンクロしていったんで、そういう意味ではね、ボードゲームってのは、確かに最初始めたのは我々だけども、本当に、ゲームマーケットの会場に来てくださる皆さん、それからブースを出してくれる皆さん、それからデザイナーの皆さん、もちろん企業、ショップの皆さん、そういうのの全体的な協力があってね、ここまで来たと思うので、そういう意味では非常に恵まれていたなっていうふうに今にしてもは感じます。はい。現在のゲームマーケットには多様な背景を持った個性豊かなゲームデザイナーが多数参加しています。はーっていうゲームの作者、米光和成氏は、過去にはぷよぷよなどのコンピューターゲームを制作していました。彼は、ボードゲーム制作に携わるようになったいきさつを、こう語ります。ゲームは小さい時から好きで、その時から紙とペンで作ったりをしていたので、それが最初といえば最初ですね。大学卒業してコンピューターゲームの会社に入るので、その頃はコンピューターゲームを作っていて、その時もでも、コンピューターゲームの付録にカードゲームをつけたりとかもしていて、カードゲームとか、ボードゲーム好きなので、その頃も作ってましたね。僕、1999年に、ゲーム会社辞めてるんですけど、その時の直接の一番大きな動機は、人数増えて、プロジェクトが、最後に作ったゲームのプロジェクトがバロックっていうゲームで、それも、スタッフ全部集めてると、100人以上200人ぐらいに関係者になると200人ぐらいになって、僕そこまでの統率力はないなと思って、これよりも規模増えちゃうとできなくなっちゃうなと思ったので、ゲーム会社を辞めて小さいゲームを作ろうとしたところはありますね。その後、大学でのゲーム制作の授業がきっかけで、ゲームマーケットに参加するようになります。立命館大学でゲーム制作の授業を担当するようになって、その時に最初はコンピューターゲームを学生に作ってもらってたんですが、
コンピューターゲームを作ってもらうと、やっぱプログラムとかグラフィックとかいろんなことがすごい総合的に必要となってくるので、本当はゲームのメカニクスとかその辺を教える授業だったんだけど、プログラムでつまずいちゃうことが出てくるので、じゃあいい方法ないかなと思って、コンピューターゲームだけではなくて、アナログのゲームも OK にして、どんなゲームでもゲーム作れば OK だよっていうことにして、学生に作ってもらってて、で、その時に、ある学生が作ってきたゲームに対して、こうした方がもっと面白くなるよって言って、改善していったものが結構面白くなったので、ゲームマーケットってあるから出しなよって言ったんだけども、僕があんまり良い先生じゃなかったんですよね。あんまりこうしたらって言ってるから、もうほとんど先生が作ってるから、先生が出してよって言われて、まあ一応それで創造と言葉っていうゲームを作って、その学生と僕の連名でひとまずインディーズで作ってゲームマーケットに出したのが割とゲームマに参加するきっかけですね。長谷川鳥氏は8ビットモックアップなど多くのボードゲームのアートワークを制作してきました。ボードゲームのアートワーク、まあそれを専門に仕事にしてるわけじゃないんですけど、趣味で始めて、まあ長いことやっている感じです。もちろんボードゲーム遊ぶのも好きで、はい、遊んでたらやりたくなってアートワークを担当するようになりました。始めたきっかけは、ゲームマーケットとは別に、テーブルゲームフェスティバルでしたっけね。別のイベントがあって、それに初めて行った時に、なんか個人で作ってる人いるんだなと。でその時に、今はじゃあもうなくなっちゃったんですけど、ほとんどね。ジップ袋ゲームと呼ばれるようなものがたくさんあって、アートがないんだなと。じゃあ、アートだけ担当させてくれる人いないかなと思って。それで探したんですけど、まあ探し方もわからなくて、当時あった SNS で、まあ募集してる人をやりたいなと思って1年以上経って見つけて、それが、まあ佐藤ファミリアの佐藤さんという方だったんですけど、それで、僕絵描けますっていう連絡して、じゃあお願いしますっていうのが最初ですね。それがきっかけで、まあ絵だけ頼める人がいるんだなっていうのが知られたみたいで、他にもお声掛けその後いただいて、やっていくうちに、まあいろいろ声かけてもらって今に至る感じです。僕がボードゲーム好きになったきっかけは、海外のボードゲームのアートってすごく自由だなと思って。いろんな絵のタッチがあって、絵本みたいなものから写実的なものもあるし、昔の新聞にあったような風刺画みたいなものとかもあるし、とにかくいろんなタッチがあって、世界観も日本とはやっぱり違うなと思っていて、まあ、日本で言ったら地味、農園を作ろうとか、線路を引こうとか、なんかそういうものが多くて、日本のゲームってやっぱりこう、主人公がいて、世界的な問題を解決するとか、そういうものになりがちだなと思っているので、なんかそこに対して全然違うのが新鮮で、まあ日本もボードゲームがやっぱり流行り始めて、かなり認知されて、やっぱ日本ならではのアートのゲームっていうのはとても日本らしいっていうのは出てきて、海外の方から見ればそれは新鮮だろうから、まあそれで今後も一つのジャンルになっていくだろうし、他のコンテンツとかを見てきた経験からすると多分今後それが主流になっていくんだろうなとは思いますけどね。楽々冒険者の幸せ異世界ライフの作者、ヘリクツ工房の天空なぎしは、ゲームマーケットではなく、コミックマーケットでゲームデザイナーデビューを果たしました。もともと大学のサークルで、アナログゲームを遊ぶサークルに所属してたんですけども、そこで、アレンジルールというか、ハウスルールみたいなのをゲーム化したら面白いんじゃないっていうところから、作ってみて、実際に意外と面白かったんで、じゃあ、カードに印刷してみてみたいなことを、したのがきっかけになります。
2012年の、多分10月とかそのくらいかなと思います。で、当時、ゲームマーケットに出るというよりは、コミックマーケットの方で頒布しようかなっていう話をしていて、たまたま知り合いが、委託っていう形なら出せるよっていうことだったんで、2012年の12月の、いわゆる冬コミに出させていただいたのが、最初になります。意外とアイデアを出そうと思って出してはなく、自分自身は出してるつもりはなくて、日々面白かったりとか、ゲーム以外でも、アニメだったり映画だったりとかで刺激を受けたもので、なんかこの組み合わせ面白そうだなっていうものを見つけたらゲームにできないかなっていうのを考えるようにしています。基本的には他の人が面白かったよとか、これいいよみたいなのを、ツイッターなり、実際に口コミなりで、教えてもらったものをなるべく触れるようにしてるのと、今回の異世界転生ものとかもそうなんですけど、タイトルというかテーマが決まった時は、そのジャンルをなるべく深掘りできるように合わせて、そこの作品をなるべく見るようにとかはしています。ゲームのプレイヤー自体はあまり具体的なものを想定することは少なくて、基本的には自分というとあれなんですけど、自分に近い属性の人が楽しめるように想定して、自分が面白いものを出せればそこの層には刺さるかなっていうところはあるので、そういう意識というか、自分が面白いものを第一に考えてやってます。40分、30分以上ぐらいのゲームで、結構ロジカルな寄りのものを好んでいる。テーマ的な趣向で言うと、昨今のというとちょっと大雑把ですけど、アニメだったりとか映画だったりとかサブカルよりの、題材を好むっていうあたりの、属性が、メインターゲットかなと思っております。戦闘破壊学園ダンゲロスでボードゲーム界に参入した作家の加賀見京介氏は、自身の子育てをきっかけに子供向けゲーム、はいどうぞゲームを制作しました。子供が生まれたんですよ、私ね。で、せっかく生まれたんだから、もう子供使い倒したいなっていう気持ちがまずあって、昔は育児漫画とかも書いてたんですよ。これはあんまりね、伸びなかったんですけど、で、他に子供使って何ができるかなと思ってて、じゃあ子供向けのボードゲームとか作ってみようかなっていう。で、もうね、すぐその実際に子供を使って反応を、フィードバックもらえるじゃないですか。あと、親の気持ちも分かってきたんで、どういうのが欲しいかとか、親からすると。で、はいどうぞゲームは、内容的には、遊びながら子供が自然とはいどうぞが言えるようになるっていうゲームコンセプトで、これはうちの娘がですね、友達とエレベーターのボタンをどっちが押すかで喧嘩してて、これは何とかして、はいどうぞということを教えなければならないなというところから、作ったゲームですね。で、ゲームの概要としては、場に、数枚の食べ物カードが並んでいて、それをそれぞれがどれが欲しいかを指さして、で、被ったら子供に、はいどうぞしてもらえるかなみたいなことを言って、子供にはいどうぞという言葉を引き出すっていう、そういうゲームですね。はいどうぞができたらいいことたくさんあるよっていう快の気持ち、快不快の快の気持ちを与えることで、はいどうぞと言えるような生活をすり込んでいくというコンセプトです。はいどうぞゲームはかなり本当に子供の上層教育的な感じのゲームなんですけど、今後もっと学校では教えてくれないこととかを子供にボードゲームで教えていきたいなと思ってて、全然意識してなくても楽しく遊んでるだけで子供にとって本当に大事な情報が伝わるみたいなものを教育を前面に出さずにあくまで楽しさをメインで伝えていきたいというのがあって、で、
で、学校で教えてくれないけど大事なこととして、今思ってるのが節税ですね。あと、人に仕事を振ること。ある程度、年取って仕事が増えてくると、人に仕事振らないとパンクしちゃうんで、何事も自分でやるのも大事なんだけど、ちゃんとできる人にお金を払って仕事をしてもらう、ディレクションするっていう過程をですね、ボードゲームを通じて教えていきたい。で、今度出る私のゲーム、現場で出すんですけど、その案件、弊社なら一金で受けれますが、これは本来は子供に自分の力だけじゃなくて、みんなの力を借りて仕事をするのが大事だよっていうのを伝えるためのゲームだったんですけど、1回目にテストプレイした段階で、みんな他の人とひどい交渉をして、自分の利益ばっかり最大化しようとして、こりゃダメだ。もう大人向けのひどいゲームにするしかないと思って、その案件、弊社なら一金で受けれますがっていう、下請けの足元を見る交渉ゲームができました。本当は子供たちがみんなで協力し合って何かを作るゲームにしたかったんです。どうしてこうなったのか。深川洋学寺の向井真人氏は、プニの会で仏教をテーマにしたボードゲームを制作しています。ボードゲーム制作を始めたいきさつを、彼はこう語ります。一つは、私はお寺に生まれて、お寺で育ったものですから、お物販をいただくなんていう言い方をね、するんですけども、お下がりをいただいて、ここまで大きくなりましたから、何か、恩返しをしたいなっていう気持ちがありまして、手渡して、気軽に、読んだりしたら、捨てられるような何かが作れないかなっていうのが、考えましたところ、名刺サイズぐらいで、仏教語の書かれたね、あと説明文ですかね。そんなカードを作って、配ってみました。で、その配っていくと、先月もらって今月も同じものを渡されてですね、これ、同じのもらっちゃったわよっていうふうに言われたことがありまして、配ったら溜まるんだなっていうふうに気づいてですね、じゃあ溜まったら楽しいことが起きたらいいなっていうふうに思ってたんですね。それとはまた別で、遊び、楽しみたいなっていうお気持ちでお寺にいらっしゃる方というのは、なかなかいらっしゃらないなっていうふうに、お寺で生まれた身としても思っていまして、楽しい気持ちにお寺に来た時になってもらうにはどうすればいいかっていうふうに悩んでいたっていうのもありまして、で、そんな二つをもやもや考えているところで、キリスト新聞社様のバイブルハンターっていうカードゲームを知ったんですね。で、キリスト教産の聖書を集めるカードゲームだということで、お坊さん仲間で遊んでみたら、なかなか楽しかったですし、聖書なんてね、読むとカラシタネとか、あとはダビデとか、特定の登場人物、キーワードがあるわけですけど、お坊さんなのにカードゲーム遊んだら覚えてたので、ゲームっていう方法があるんだと。じゃあ作ろうかなってそこにはならないんですよね、やっぱり。キリスト教さんがもう作ってらっしゃるから、仏教でも誰か作ってるんだったら、それ使えばいいかなって思っていまして。で、調べたら、完成まで行ってる方があんまりいらっしゃらなかったので、じゃあ作ってみようかなっていうふうに思ったんですね。400年ほど前に作られた仏教テーマのボードゲーム、浄土すごろくの存在も、向井氏を後押ししました。浄土すごろくというすごろくがあるんですけれども、振り出し、スタート側の人間なんですね。で、サイコロを振っていくと、輪廻転生して地獄に落ちたりとか、修羅とか畜生とか、あと鳥になったりとか、あと修行僧になって、どんどん進めていくと、仏様がいらっしゃる場所を浄土と言うんですけど、その浄土にゴールすると。仏様になる、成仏をするっていう、そんなすごろくが、浄土すごろくと言いまして、制作された時期は、江戸時代よりちょっと前だっていうふうに言われております。中身を見ると、明らかにお坊さんが制作サイドにいらっしゃったんだろうなっていうのが、透けて見える作品になっておりまして、私自身ね、
お寺や仏教をテーマにしたおもちゃをそもそも作っていいのかなって、悩んでからお作りすることになるんですけど、で、歴史を大体紐解くと、前例というかですね、が、いらっしゃるものでございまして、浄土すごろくがもうまさしくお寺や仏教をテーマにしたボードゲームの前例だったんですね。もう、こんなもう400年以上昔にお坊さんが多分作ってたんだなっていうのを知ってですね、驚くとともにちょっと勇気づけられたと申しますか。それで、お寺やね、仏教をテーマにしたこういったゲームを作ってもいいかなっていうふうに、私自身思ったんですね。ゲームマーケットに新規参入するデザイナーも後を絶ちません。ウオンは2023年春にゲームマーケットに初参加した新人グループです。もともと僕ら結構何か物を作っていくみたいな創作活動が好きで、小さい趣味としてもうお金も全く発生しないようなところで、例えばちっちゃな映画っぽいものを作ってみたりとか、そういうことはやってたんですね。ただ社会人になって、これもう少し自由に使えるお金も増えてきたので、もう少し規模が大きくできるんじゃないかなとかは思うんですけど、どうしても働いてる中で、忙しいを言い訳にして、だらだらと、結局作らなくて、なんていうんでしょう、家でゲームしてるみたいな、若干、僕たち視点でいくと平らな生活を、俺も平らに巻き込んだね、送りつつあったところで、物は作りたい。で、ボードゲームとかは、彼はそこまでボードゲームに関わってはいないんですけど、僕がかなりボードゲームとか好きで、特に本当にイエローサブマリンとか行って買うような、同人系のボードゲームとかも好きだったので、ボードゲーム作ってみたいなとか、ゲームマーケット出してみたいなっていう元々の思いから、ちゃんと締め切りを用意するっていうところで、ゲームマーケットを申し込んでみよう。僕たちは一旦いろいろ作りたいものはあるけど、ボードゲームを作るんだ、作り切ろうっていうところで始めたのが一番のきっかけになります。何もボードゲームを作ることに関して知識がなかったし、ゲームマーケットも買う側としても参加したことがなかったので、本当に知らないことだらけだったっていうのがもう本当に苦労のポイントですね。一番苦労したというか、つまずいたのがスタートで、印刷物を作るのって、チラシとかだと本当に1日あれば印刷してもらえるみたいなのがある。その感覚でボードゲームを作ろうとしていたのが一番の間違い。間違いない。それに気づいたのが、ゲームマーケット3ヶ月前で、だいぶ焦りましたね。印刷会社調べたときに、やべえ、これスケジュール全然ダメだみたいな。確か、マンインドさん、一番多分大手だと思うんですけど、マンインドさんのウェブサイトの一番最初に、ゲームマーケットの締め切り、一部まだあります。まだ一部だけ、そう、基本的に大きいものに関してはもう締め切り終わってますと。で一部細かいものに関しては、明日、明後日ぐらいまで受け付けてますよみたいな記載があって、終わったみたいな、もうやべえじゃんみたいなことを気づいたのが一番スタートでした。それでブログのネタに一つになったねみたいな話を多分彼が出されて、一旦ツイッターとブログ始めたんですよ。もう何もなく広報活動を先に始めるっていう。で、そしたら結構ツイッターでそういうやばい状況ですみたいなこと言ったら、いろんな方々がすごいアドバイスくれたりして、優しいね、本当にいろんなアドバイスをいただけて、実際にはまだまだ間に合う印刷会社さんもあるようだったりとか、最終的に僕らは、名刺印刷、もうラクスルさんみたいな大手のところに名刺印刷にしたら、もう本当に最短、4日でカードができるし、お金ちゃんとかければ1日でカードが出来上がるみたいなもので、なんとかできそうだぞと。パッケージに関しても別の本当にパッケージを専門にやってる会社さんに、2つ電話かけたんですけど、かけたら、1週間後ぐらいまでにデータ入稿があれば、全然間に合いますよっていう話をいただけたんで、なんとか作れそうだぞっていう感じで、ようやく完成のめどというか、一旦作れそうっていうのが分かってきたっていう感じですね。ボードゲーム喫茶ディアシュピールツバイで定期的に開催される木曜テストプレイ会。デザイナーたちが制作中のゲームを持ち寄り、テストプレイをして改善点を見つける場です。主催するのはボードゲーム情報サイトボドゲーマの松永彩氏です。
ボードゲーマーではなく、今は松永個人が主催しているものなんですけども、木曜テストプレイ会ということで、もともと各週で今は月1回木曜日にテストプレイしております。テストプレイはですね、販売前のボードゲームを作ったデザイナーさん、ボードゲームデザイナーさんが同じような立場の方何人かと一緒に、そのボードゲームが面白いものになっているかであったりとか、ルールに抜けがないだとか、そういったテストっていう観点でボードゲームを遊ぶ会になってます。なので皆さん、ボードゲームデザイナーの方が、例えば次のゲームマーケットに出す新作であったり、過去作の新しい拡張ルールであったり、そういったものをご用意して持ち込んでくださって、で、順々にテストプレイをしていくような、そういった会になってます。すごい、ボードゲームデザイナーの方々、皆さんお互い協力的と言いますか、そのゲームのテストプレイ自体もそうなんですけども、ボードゲームを制作する上での困りごとをお互い相談したり、例えば印刷会社さんどこで印刷しているのだとか、この変わったコマどこで購入しているのだとか、そういった情報交換の場にもなっているので、私自身もいろんな情報を知れてとても助かっているなと思います。一方、ボードゲーム喫茶、天眼庵を拠点とする天眼庵アライアンスでは、テストプレイを含む様々な面でデザイナーたちが協力しています。天眼アライアンスは、ボードゲームデザイナーが複数集まって出来上がっている集まりみたいなもんですね。特に何かをしなければいけないとかっていうルールは持っていなくって、みんなで仲良くやっていたら楽しいし楽だよねっていうくらいの集まりになっていますね。アライアンスに所属すると、例えば天眼庵のイベントに優先的に参加できたりとか、ゲームマーケットで残念ながら落選しちゃった時にお互い共同出展したりとか、で、ゲームマーケット以外のイベントに関してもみんなで楽しく和気あいあいといろいろね、協力して参加したりとか、あるいは、ボードゲーム作る時なんかにちょっとこういう部材ないかな探してるんだけどみたいな相談とか、あるいは共同で発注したりとか、もうとにかくボードゲームの制作やイベントの出展に関して仲良くできるところはみんなで仲良くしようよという、そういう感じでの活動になっております。天眼庵アライアンスがどのようにして生まれたのか、中心人物の一人、クオン堂のクオン氏にお聞きしました。もともと天眼庵の店主がゲームマーケットでフリー素材の企画をやってるんですよ。この看板を首から下げていらして、で、サークルに訪ねてきてくださって、自分とこの新作なり、売り物なりのボードゲームをこうやって持って、こうやって写真を撮って、で、その写真を天眼庵のハッシュタグをつけて投稿する SNS とかで、自由に投稿していいですよっていう、そしたら天眼庵の方からも、それをサーチしてリツイートしますよっていうサービス、活動をやってらっしゃるんですよ。もちろんサークルの数もどんどん増えていきますし、何年もやってれば、フリー素材の写真溜まっていきますよね。で、いつだったかは忘れたんですけど、SNS 上のやりとりで、この天眼庵の店主のたまりに溜まったこのフリー素材の写真を使って面白いことできそうだよねみたいなヨタ話になったことがあったんですよ。そしたらみんなノリがいいもんだから、やろうよみたいな話になってしまい、みんなで写真は出し合いましょう。みんな持ってるでしょになって、俺カードデザインやるわ、背景切り抜きするわみたいなので、どんどんみんなが悪ノリで手を挙げて、で、私もやれそうじゃないっていう発言をしたのは、ちょっと、夜も遅くてですね、お酒を結構飲んでましてですね、よもや実現するとも思っていないで、ちょっとペロッと言っちゃったんですけど、一夜明けたらそのグループができててですね、本当にやる運びになっちゃったんですよ。システム自体は悪ノリに入って手を挙げた人たちで、システムを一人一つ作って持ち寄って、何がいいと思うかをテストプレイをして、投票をして、で、1位に輝いたのが、88クリエイトの小林りんごさん作のシステムだったんですけども、じゃあそのシステムを基軸に使って、ボードゲームを1本作って、こうして生まれたのが、ゲームマイスターの選択です。で、天眼庵としてエリアで出店しましょうっていう話まで進んだんですね。その後、エリアで出店するにあたっては天眼庵一人だけだと広すぎるので、悪乗りした人たちもみんなで長屋敷に一つのエリアをみんなで、分け合って、
出展をしましょうとなって、それがアライアンスの前身でした。しかし、ゲームマイスターの選択が制作された2020年は、コロナの影響により、ゲームマーケット春が中止。秋も来場制限付きでの開催となり、天眼庵での出展は、期待通りの成果を上げることができませんでした。出展してなんかその消化不良のなんかモニョモニョしたものを抱えたまんま、じゃあここで解散ってすんのもなんかせっかくこのノウハウの共有ができたりとか人脈ができたりとか面白いことを一緒にやっていこうぜみたいな仲間が集まって悪ノリでこんだけやれることが分かったんだから、もうこれなかったことにすんのももったいないよねみたいな流れになったんだと思います。で、正式にじゃあそこから、天眼案を軸にめんどくさいことを全部天眼の店主に丸投げして、私たちはやりたいことを折半でやらせてもらったりとか、このお店をテストプレイの会場で使わせてもらったりだったりとか、好き勝手させてもらおうぜみたいなのが発足しまして、それが今の天眼アライアンスです。デザイナーの中には、ゲーム制作のノウハウを広めるための活動をしている人もいます。米光氏のゲーム作り道場は、そうした活動の一つです。ノートっていうブログサービスを使ってゲーム作り道場っていうのをやってます。で、そこでは毎月ズームのオンラインで、ゲスト講師の方呼んでゲーム作りとか表現することについての講義をやってもらってて、僕が聞き手でいろいろ聞いてるっていうのをやっていて、なんかゲーム作りの面白さとか、ノウハウとか、ゲームそのものの面白さみたいなものをみんなで考えていこうっていうことをやっています。で、それはぜひぜひ、ゲーム作り道場で検索してもらえると出ると思うんで、参加してもらえると楽しいと思います。はい。長谷川氏はゲームのアートワーク講座を不定期で開催しています。何度かボードゲームのアートワークについて本にしたらどうっていうような話をされたことがあって、ただ本だと文章を書くの得意なわけじゃないし、うまく伝わらないんじゃないかなっていうふうに思ってですね、本にはしてなかったんですね。それと、自分としては全部自分が考えたことじゃないし、依頼料いただいて作ったアートワークの中には、依頼してくださった方の知見でこうした方がいいよとか、そういうところで学んだことも多かったので、あまりそれを本にまとめてっていうのもどうかなって思ってて、本にして伝えるのは難しいなと思ってたところで、あるサークルの方から、とある企業さんが、デジタルゲーム作ってる企業さんがボードゲームを作ってるんだけど、いまいちボードゲームらしくならないと。見た目がね。ボードゲームならではのイロハみたいなものを知りたいって言ってる企業さんがいる。で、そこに場所がある。だから、来て教えてあげてもらえませんかっていう連絡があって、いいですよって言ったら、それなりにキャパがあって、15人か20人ぐらいだったら呼べるし、プロジェクターもあるし、なんか疑問に思ってる人声かけますねみたいな流れで、割と人数集まったんですよ。で、それがちょうどお盆の時期だったので、行きたいけど行けないみたいな人がいて、またやってくださいみたいな話が来たので、じゃあもう一回やりましょうって言ってやったら、2回目をどっかで噂で聞いて、そんなのがあるなら行きたかったみたいな話っていうのが続いていって、一定回数やったところで、僕の方でちょっと遠方の方に伝えることができないなって思ってた中で、一回名古屋に呼ばれて行ってやったんですけど、さすがに無理があるなと思ってオンラインでやれる環境っていうのがね、僕でもやれそうなやり方っていうのを考えて試しでやってみたら、あれ好評だったので、不定期ですけどね、僕の方が時間があって、聞きたいっていう人がたまに連絡くれるんですよ。こういうのをやってるようなんですけど、次はいつなんですかっていう連絡が来たら、じゃああなたのいい時間で次をやるので、募集をかけますねっていうのが続いている感じですね。なので、
やっぱりスライドを用意して画面を共有しながら僕が喋って、なんでこういうデザインにしてるかというと、こういう失敗をしたからですっていうような話を3時間ぐらいかなしてるんですよね。もっとこうシュッとまとめられればいいんですけれども、なかなかあれも伝えたいこれも伝えたいっていうね、それだけいっぱい失敗してきたってことなんですけど、はい、3時間くらい話してるので、まあそのうちの20% とかね 30% でもいいから何か役に立ったらいいなと思ってやってますね。長年ゲーム制作を続けてきた三崎工房の三崎氏は、2019年ゲーム制作のノウハウをまとめた冊子、メイドたちがボードゲームを作るようですを発行しました。もともと自分はツイッターで、自作ボードゲームの技術情報をだらだらと垂れ流すのが趣味でありまして、ある日ふっと、ただだらだら垂れ流すものをまとめて本にすりゃ、いいもんができるんじゃないかなと、ツイートしたところ、ブレイブリリーというサークルのリリーさんという方がですね、ちょっと声かけしてくれまして、ちょっと私が編集してみますから、ちょっと一緒にやってみませんかと、ちょっと声をかけていただいたんですね。せっかくだから乗っかってみようかなということで、できたものが本になります。もともとの原稿は私がツイッターでダラダラ流してるだけなんで、それをメイドさん2人の会話形式プラスまとめノートというシンプルな形にして分かりやすく整理整頓されたと。まとめたのは私じゃないんですけど、おかげさまでいいものができましたという形になります。このようにボードゲームデザイナーたちが協力する背景には、ボードゲーム界で培われた助け合いの精神がある。そのように草場淳氏は語っています。ゲームマーケットだけではなくて、そもそもそのゲーム会そのものがね、一人で主催者がバンとやって、みんなついてこいではなくて、ゲームをみんなで持ち寄って、インストも主催者がみんなに教えるっていうこともあるとは思いますけども、どっちかっていうと、参加者同士でインストし合うみたいなね、そういう下地というか風土が昔からあって、ゲームマーケットを立ち上げた時も中吉村の仲間たちと、手作りでね、立ち上げたみたいなところがあって、そういう雰囲気は、現在までどことなく続いている感じがすると思います。そのゲーム界のこれはいい、習慣というかいい下地だと思うんですけども、みんなでね、助け合って、というか協力し合って会を盛り上げようっていう、そういうね、雰囲気っていうのは昔からあってですね、それは今でも脈々と生きていると思います。ボードゲームデザイナーたちが作品を発表する場はゲームマーケットだけではありません。日本各地で様々なボードゲーム即売イベントが開催されています。そんなイベントの一つ、北海道ボドゲ博が2023年7月、札幌で開催されました。その主催の室田氏にお話を伺いました。北海道でもゲームマーケットみたいなイベントがあればいいのにと思って始めたイベントです。で、最初は自分がそういうのを行ければよかったんですが、行けなかったので、じゃあ、この辺ならこちらで作ってしまえばいいじゃないということで始めました。はい。北海道ボードゲームとか言っている割に、出展していただけてる方々の現在では3分の2が道外の方なんですよね。で、同人誌とかと違ってね、ゲームを自分で作って出すって方のが、北海道だけだとやっぱ少ないのかなとは思います。ただ、年々増えてきてはいるので、やってることには間違ってなかったのかなとは思ってはいます。その北海道ボドゲ博に、東京から参加するデザイナーの一団がいました。天眼庵アライアンスの面々です。ツアーの幹事を務めたのは、北海道出身のデザイナー、NSG クリエイトのエル氏です。もともと自分は北海道出身というところもあり、北海道に縁があるサークルっていう感じなんですけども、もともとは5年前、北
海道ボードゲーム博 0.5 の時にちょうど北海道で大きな地震がありまして、それの復興割というところでちょうど旅費も安く済むし、試しに出てみようかっていう風に出てみたのが始まりのきっかけでして、ちょうどその時に北海道あるあるのネタを持ち込んだゲームのネタが頭の中にあったので、じゃあそれを作って持っていこうじゃないかっていう風に決めたのが始まりです。今年の、2023年の、秋に関しては、計7人かな。はい。で、ツアーを組んでいきました。まあそうですね。まあ自分、まあ割と比較的気軽に普段からテストプレイも兼ねてボードゲーム会を開いたり、泊まりがけでボードゲーとかそれ以外でも遊んだりっていうことを、やっている中なので、まあその延長線上でまあ北海道の割と楽しめるようなところを自分は楽しんでほしいなっていうところもあるので、自分が車を運転していろんなところに観光を しに行っているという風な感じになっています。北海道ボドゲ博にはエルシを筆頭に何名かのボードゲームデザイナーが北海道をテーマにしたゲームを制作し持ち込んでいます。ボードゲーム合わせで作っていただけたりする出展者がいらっしゃるのは本当にありがたいことで、特にして北海道を題材としたっていうゲームになると NSG クリエイトさんっていうところがあって、実は彼のサークルは 0.5 の時からずっと出てきてくれてるところなんで、0.5 の時も和やな雪泡っていう雪かきのゲームを作ってきてにして、今回もなんか実は今北海道の道東の方ではOSO18 ってとんでもないヒグマのニュースがちょっと出回ってて、それを彼はあの方はもともと釧路がご出身なので、そちらの方のということで話題ということで、そのクマをそのヒグマの追っかけっこを題材としたなんかスコットランドヤードみたいな感じのゲームを作ってきたっていうようなお話をしてました。もともと NSG クリエイトのエルさんは、北海道が出身地でいらっしゃって、せっかくその北海道でボードゲームのイベントがあるのだからというので、手作りで20部とか30部とかそのぐらいの規模だと思うんですけど、ジップ袋でタイミングを合わせてゲームを作って持ってかれてたんですね。で、そしたらこの天眼アライアンスの中で仲良しにしていただいてる人たちが、いいな、それ、俺も、みたいになって。で、なんか知らんけど、ご当地イベントに対してなんか新作を一本作るみたいな風潮が生まれてしまっているだけです。ボドゲ博終了後、多くの地方イベントに参加する天空氏に、イベントの感想を聞いてみました。北海道ボドゲ博に限らずではあるんですけど、やっぱりゲームマーケットに来られないお客さんが、結構いらっしゃるということで、またちょっと違った反応だったりとか、出してから時間の経ってしまった作品とかでも、普通に新鮮に受け取ってもらえるので、そういう意味ではいいイベントだなと思っております。北海道ボドゲ博の今後について、室田氏はこう語っています。正直言ってしまえば、自分が楽しむために始めたものなので、っていうか、ボドゲ博そのものも、ぶっちゃけ言ってしまえば私個人の運営で、あと仲間たちが手伝ってくれてるっていうような体でやってるので、だから、もっとでかくしたいとか、そういうのはそれほどは考えてはいないんですね。自分ではこのぐらいの規模でやるのが、この人数で、スタッフも実際いないんですから、このぐらいの規模がいいのかなとかって思ったりもしてます。北海道旅行のついでに出ていただければと思います。内地の方のゲームデザイナーの方々ですね。道内の方々はもっと軽い気持ちで、ちょっと作ったから出してみようぐらいの気持ちで出ていただければなと思っております。はい。多くのデザイナーが思い思いのゲームを制作し、発表する日本ボードゲーム会。そこにはデザイナー、イベント主催者、関連企業などがそれぞれの立場で主体的に関わり、情熱を注ぎ、互いに協力する姿があります。彼らの情熱こそが日本のボードゲーム界を形作り、支える原動力なのです。
世の中のルールとか暗黙の了解みたいなことがもっと、いろんな人に優しいといいなと思っていて、そのためにも自分たちがルールを変えられるんだっていう実感ってすごい大切だと思うんで、アナログゲームってそこすごいやってるうちに実感できるものだと思うんですよ。なのでアナログゲーム遊んでては、ゲームってルールとこんなコンポーネントでこんなに楽しい空間ができるんだっていう実感があったりとか、そのルールをもっと面白くしようっていう意思が芽生えると、いろんなことが、そのアナログゲームの空間だけじゃなくっていろんなことが楽しく変えられるんだろうなって思えると思うんで、なんかそこも含めて変わっていくといいなって思ってます。僕が自分の娘をですね、ボードゲームデザイナーにしたいと思ってて、小学生入ったぐらいからお金を増やすことを考えさせたくて、でボードゲームをですね作らせて稼がせたい。できれば小学生のうちから。で最初はもう手作りとかコピー用紙とかで、コンビニコピーとかで作ったゲームを売るところから始めさせて、だんだん元手が増えてきたらお年玉とか使って今度は印刷所に発注したりとかさせたい。で途中でパパ、私のお年玉じゃこのゲーム作れないんだけどってなったら、そこで事業計画書を提出させて、でパパがお金をそうですね、年利5% ぐらいで貸したいかな。これでだんだん子供が調子に乗ってきて、中1ぐらいで俺にだいぶ借金をして作ったゲームが独りよがりなクソゲーで、宣伝も大してしなかったせいで失敗し、在庫が山のようになって部屋に積み重なって絶望してほしい。そこでパパが相談に乗ってやって、この在庫をどうするか一緒に考えようみたいなことを言って、パパに対する尊敬、信頼、そして事業の恐ろしさ、借金の怖さを知ってすくすく育ってほしい。別にボードゲームじゃなくてもいいんですけど、っていうような経験を中学生くらいまで踏ませれば、父親としての役目は果たせるかなということを考えています。今ほら AI の時代ですけども、人間に残された最後の領域がやっぱり創造的な活動だと思うんですね。無から有を作る創造、クリエーションっていうことはですね、ゲームデザイナーに求められることだし、ゲームデザインとしてそれが一番楽しいんじゃないか。自分が作ってきたゲームを多くの人がね、面白いと言って楽しんでくれる、これは新しいと言って喜んでくれる、そういう状況をゲームデザイナーの一人一人が夢見てですね、精進していただければ、ますますボードゲームの世界が広がるし、楽しいものになるんじゃないかなと思ってるので、よろしくお願いしたいところです。